どうも、じゃあギターショップトニック店長の小沢です。副店長の村井です。今回は日本製ギターについてやっていこうと思います。はい。はい。国産ギター好きですか？やはり僕も日本人なので。日本人として生まれたので、大好きですね。国産ギター好きですか？はい。僕も大好きなんですけども、この動画を見れば国産ギターの魅力やら何やら伝わると思いますので。すいません。ちょっと黙って聞いてたんですけど、ギターショップとニックはちょっとギター弾きすぎですし、国産ギターも紹介しすぎでネタ切れ感すごいありますし、PRS のコアディーラーとか言ってますけど、もうよくわかんないんで、ギタリストの皆さんもベースを弾けというところで教師に参りましたので、今日はギークインボックスがおすすめするベースを紹介します。本編へどうぞ。改めましてギークインボックス横浜の山地と申します。今日はお邪魔しまして、はい。よく来てくれました。はい、ありがとうございます。ギタリストよベースを弾けというお話で、やってまいりました。はい。ということで早速教えてください。その理由を。わかりました。まずベースを弾くといいよという理由一つ目ですね。はい。ハードルが低いという点があるかなと思います。なるほど。ちょっと楽器持ちながら説明したいなと思うんですけど、ギターと違って左手1個しか押さえないんですよ。はい。それがまずやっぱりギターをやってる人からしたらハードルが低いんじゃないかなというところですね。はい。あとはベースラインが単純でもすごい成り立つと。例えばまずルートだけを弾くと。これでもベースとしての役割しっかりになってますし、より動きをつけたいんだったら3度か5度かオクターブ、これだけですね、ほとんど。それを付け足すだけで採用する付け足すだけでっていうね。これルートと3度と5度とオクターブ使ってるだけなんですけど、しっかりベースらしく動きも出せていいんじゃないか。なので1曲弾くのにかなりハードルが低いと思う。なるほど。っていうところで始めやすいっていうのは一つメリット、いいところになるかなと思います。ギターはね、やっぱり最初コードを覚えるところからスタートして、指1本で押さえるっていうのはパワーコードとかではあるけど、やっぱ普通のローコードとかってなると人差し指、中指、薬指使ってみたいな、そこからスタートっていうところに対してベースは人差し指1本で楽しめるっていうようなところですね。ギターは挫折っていう言葉よく聞くんですけどF コードがどうとかね、制覇とかないの？ないですね。なんでベースはあんまり挫折って聞かないかも。なるほど。よく言うのが、まず1曲弾けるっていう段階まで持ってきやすいのはベースみたいな話はありますよね。初心者の方というバンドスコアとか、ベースすごいシンプルだもん。3333220000みたいな結構多いよね。始めやすい、簡単であるっていうのはいいところなのではないかなと思います。次にベースを弾くことでギターを弾くことに対しても何か恩恵が得られるのではないかなとも思っております。興味深いですね、とても。その点について村井さんどう思います？大いにやるなっていうふうに思いますね。村井はね、ギターもベースもどっちもガンガンやるから今日ここいるんだもんね。そういえばね。ガンガンやらなかったらここにはいなかった。やっててよかったですね。やっててよかったですね。まずですね、ベースっていう楽器の性質上、ギターとここ違うなって思う点が何個かありまして、一つは音階が長いんですよね。ギターで四分音符ジャーンって鳴らし続けるタイミングって実はそんなになかったりしません？だからもうストロークだったりとか A メロとか落ちサビとかでジャーンはあるけど、そんなもんですよね。自分が出した一発のボーンっていう音をずっと聞いてるみたいな時間ってそんなにないんですよ。なるほど。それで言うと改めてこの音階のシビアさというか、そういうのがこう身につくというか、こう見つめ直すきっかけみたいなものにはなるかなっていうのがまず1個ありますね。4拍目おろそかにしちゃうみたいなのがベースをやってるともっと意識するようになるってことだね。音を切るのがちょっと早かったなであったりとか、それベースだとすぐ浮き彫りになっちゃうことがギターだと意外と気づけなかったりするんですよ。そうですね。そういう盲点みたいなところがベースをやることで自分の中でこう見つけられたりするっていうのはあると思います。
ありがとうございます。あともう一つ、はい、やっぱりベースといえば楽曲の低音を担う部分で、まあもちろんもっと下にはドラムとかあるんですけど、その音程を聴かせるっていう楽器では一番低い音域を担ってるベースなんですが、これを弾けるようになることでベーシスト的な視点が手に入るんですよね。ベース、ドラム総称してリズム体って言われるので、リズムに関してはより気を張っているというか、そういう楽器にはなるので、まあそういった意識のところも向上するのかなと思います。ベースラインめっちゃ動く人とかいるじゃないですか。上物をもうガンガン弾いてるように小沢聞こえるんですけど、でもあれって紐解いていくとちゃんとやっぱルートを支えながら、その中で遊んでるみたいな感じなのかな。かっこよく弾きたいですけど、バンド全体として低音を失う、役割を失ってはいけないという使命感を持っているので、それを損なわないように動くのは非常に大事なので、それぞれのセンスが光るところですか。だと思います。いいですね。使命感いいですね。使命感あります。またギターとは脳の使い方も変わってくるかなと思うので、比較的な視野を持てるんじゃないかなと思います。俯瞰してね。俯瞰して。ベーシスト俯瞰してる人多いですからね。ギタリストはしないってこと次のお題に行っていいですか。でもリーダーとか多いよね、ベーシストね。確かにバンマスリーダー多いですね。バンマス、ベーシストの方ってそんなにいます？なんかバンマスベーシストのイメージやっぱありますよね。ビリー・シーンリーダーだっけ？リーダー。そうですね。やっぱそうだ。ラルカンシェルのリーダー。あ、そうなんですね。なのでバンドマスターにやっぱ任命されるっていうところに関しても俯瞰的に見れるっていうところはあるんじゃないかなと思います。なるほど。はい。確かに穏やかな人は多いのかななんて。ギタリストと違って。いやギタリスト。俺多分穏やかなギタリストだ。多分ギタリストの穏やかランクで言ったら S ランクにしてのが小沢さん。S ランク。僕多分ベースやってなかったら Z ランクって。そんなあれって。ベースをやることでなんとかやっと人間になれたかな。そういった一面もあるかもというところですね。俯瞰で見れるっていうのは分かったんですけど、ギター弾きがテクニック的な意味でベースを弾くと良くなる部分ってあるのかな。ミュート。結構ベーシストの人は指の先っちょで1個上の弦を軽く触れてミュートするとか、なんかこうバタバタやってるの見たことある。そうですそうです、さっきの音感の話もつながっちゃうんですけど、本当に単音でなきゃもう死活問題になってくるので、より一層こうミュートには気を使ってる感じがあって、そこにはちょっとやっぱ意識はこう向くのかなと思いますね。タイトに弾けるようになるのかな、ベースをやることによって。そうです。ギタリストのミュートっていうとまずやっぱブリッジミュートとか、こっち側のミュートが割と話題に上がりやすいのかなって思うんですけど、ベーシスト左手のミュートもかなり皆さん意識されてるので、そういう意味ではすごく参考になるかなと思います。左手で弾いてない弦を軽く触ってミュートするもあるんですけど、弾いてる弦を軽く触って音感短くしたり、音をあったかくしたりするみたいな、ちょっと浮かしたりしてね。普通に弾くとこういう感じなんですけど、左手の長指でちょっと触れる、なんかスポンジミュートを入れたみたいな、ちょっとサスティンが弱まって、音の角も取れるみたいな。なるほどなるほど。っていうのは結構使うので、左手で作る音のニュアンスはあると思います。なるほど。あとはベースにはスラップってものがあります。花形ですかね。ギターにも応用とかできますよね。結構なんかギター弾きの方でやってる方増えてるよね。増えてます。初めて多分見たのは俺宮城さんが。そうですね。塩幸太郎さんとかもそんな感じではありましたね。アコギでやってる人多いイメージありますよね。そうですね。パーカッシブなプレイとか。ちょっとねやろうとしたことなんだけどね、難しくて挫折しちゃった。やっぱ穏やかすぎて何かを叩くのが無理でしたか。縛けなかった。弦までもやっぱベースの方がしばきやすいんですよ。太いからね。ギターよりバコーンってやってもしばきやすいんで、ベースでまずしばいてもらって、でギターに応用するっていうのはあれなんじゃないかなと思います。それいいな。一つ引き出し増えるのはめちゃくちゃいいですね。次が昨今の音楽作りに関わる話なんですけど、DTM、デスクトップミュージックありますね。ここにおいて生のベース、本当のベースを使うのか打ち込みでやるのかっていうところでも結構差が出てくると思うんですけど、この点について本物のベース弾ける方がいいよねっていうとこあります？
ありますね。今のベース音源って正直相当ハイクオリティなんですよ。非常にリアリティな音源っていうのはかなり安価に手に入る時代にはなってきてるんですよ。時代の進歩はすごいですよね。すごいですね。ギター正直まだまだっていうか、ベースは正直相当なとこまで来てます。さすがプラグインオタク。プラグインオタク。EDM の専門家に質問するテンション感で言っちゃった。楽器は全員ですからね。それでもやっぱり生のベースで弾いた方がいいなっていうのはありますね。例えばスティングレイタイプとかでくくられちゃう部分があるんですよね。ジャズベタイプ、ブレベタイプで音いいんですけど、そのベースならではの音色とかやっぱ出ないですよね。ベーシスト的な視点がないとそもそもいいベースラインを作るのが難しいというか、いいベースライン考えるんだったらベース弾いた方が絶対いいよねっていう話にはなってきますよね。なるほど。はい。持った方が感情も乗るんですかね。乗りますね。乗りますよね。それ打ち込むよりかはね、本物の楽器を持って弾く方がやっぱりメリットは多いんじゃないかなって想像しますね。気持ちも乗っていいベースラインが作れるというわけですな。で音源のクオリティも上がるというわけですな。語尾な珍しい。次は実はあのギタリストもベースを弾いているというお話ですね。すっごく興味深いです。例を挙げると、ジミヘン、プリンス、ポリー・ウォン、キース・リチャーズ、イングウェイ、みんなベース弾いてるらしいです。超ビッグネームだ。ビッグネームですね。皆さんバカうまい人たち。いや、そうっすよね。プリンスで言うと、確か1枚目かのアルバムは、もう全部彼が弾いてるらしいです。ベース好きすぎて、ベース入れずに曲成立させたみたいないう曲もあるらしくて。好きすぎて？好きすぎて、逆に。好き酒？好き酒。好きで避けちゃうみたいな。好きで避けちゃう。そんなことあるんだ。パープレインに入ってる曲も、ベースないやつもあって、あとキスっていう曲。もうすげえファンキーなんですけど、どっちも。ベースないんですよ。さっき聴いてたんですけど、これ聴きながらベース弾くの超楽しいですね。あ、そのために？そのための説もありますけど、すごいベースがなくてもすごいなんかノリとパンキーな感じが出てて、これってやっぱベースを弾いてるからこそなんか出せるところなのかなとも思いましたね。なるほど。最近の人で言うと、コリー・ウォン、ブルースベックのギタリスト、彼もめちゃくちゃベースうまくて、近くにジョーダーとかいるっていうのもあると思うんですけど、なんかインスタとか見てたらベース弾いてる動画の方が再生数多くて、もはやギタリストが弾くベースっていうのなんか一個魅力としてある気がしますね。なるほどなるほど。なんかあります？イングウェイ好きなんですよ。1、2枚ぐらい前のアルバムでクレジット見たら、ギター、ベース、なんかオルガン、マニピュレーターなんちゃらが全部イングウェイで、でドラム誰々みたいな。アンパンマンの山寺宏一みたいな。全部お前がでイングウェイはもう昔からそうベースは彼が弾いて、リードギターも彼でってなんか俺が弾いた方がいいからみたいな話でしたっけ？言いそうだけどそういうこと。でも確かにどっちも練習してると自分でやった方が早いなって思う時結構ありますね。曲作る上で想像してるものがしっかり形として出るから、いろんな人と弾くのもそれはそれで混ざっていいと思うんですけど、自分の思い描いてる理想を形にするんだったら自分で弾いた方が弾ける方が想像しやすいのはあるんですね。曲作る人をそう考えたらやっぱり多いのかもしれないです。そうですね。村井さんなんかありますか？最近影響力持ってるギタリスト、結構ベース弾ける人多いんですよね。例えばマテウス・アサトさんとかもベース弾けますし、メタルでいうとペリフェリーっていうバンドの、僕大好きなんですけど、ペリフェリーではベースなんですけど自分のプロジェクトでギターも弾くみたいな、めちゃくちゃどっちもめっちゃうまいみたいな。ある意味ちょっとずつどっちも弾けることがスタンダードとまではいかなくとも結構一般化されてきてる節はあるのかもしれないですね。なんでだろうね。やっぱ卓録文化じゃないですか。まあそうだね。去って自分でデモ取れて、それでやってるうちにもうこれでいいやみたいなクオリティができるようになっちゃったみたいなのもあるかもしれないですね。確かにそうだ。みんなでこう集まってせーのでパンじゃない。そうですね。そういうのじゃなくてもう家で一人で自分の作りたいものを作っていくっていうスタイルに変わってきてますからね。必須かもしれないですね。そうだね。これからの時代。他にもなんか見てる方でこのギタリストベースめっちゃうまいよみたいなのあったら知りたいですね。気になるね。気になりますね。ぜひぜひコメントしていただければ。結構いそう。結構いそうですか。そうだね。確かに。ビリー・シーンとか実はさ、ない逆パターンだったけど、弾け
るは弾けるはず。まあそうだ。はい。ギター上手い人がベースも上手いってことは、上手いギタリストになるためには、ベースを弾かないといけない。なるほど。逆説的に。なるほどね。ベースのおすすめポイント、ラストなんですけど、これが一番大事です。楽しい。これです。まさかの。まさかの。楽しい。超楽しいですね、ベース。いいですね。結構僕飽き性なんですけど、人生で唯一続いてるのベースっすね。飽きてきたものをリスト言ってもらっていいですか？デュエルマスターズ。これエピソードあります。いいです。めっちゃエピソードある。いいじゃあ大丈夫です。いろいろ飽きてるけど、ベースは中2からやってて12年やってるんですけど、ずっと楽しいですね。やっぱ楽しくないとね。そうですよ。非常に楽しい。ギターと違うところもあります。界隈が優しい。これ大丈夫ですか？一発目それなんだ。さっき言ったみたいに穏やかな人が多いっていう傾向はあるかなとは正直思います。始めても楽しくこれ言うとギターが楽しくないみたいになっちゃうんですけど、平和にめちゃくちゃ楽しい。めちゃくちゃそういうところ傾向もあるんじゃないかなというところと、あとギター YouTuber よりベース YouTuber の方が多いんじゃないか。その中でもよりエンタメに振った人はなんかベースの方が多いなと。名前挙げさせてもらうと HJ さん、 HJ フリックスさん、 HJ フリックスさん、あと OK さんも100分耐久ベースとか100分やってますよ。同じフレーズを LINE モバイル100分耐久動画やってるし、見る側も試されるやつだそれ。最近よく出てくる人でいうとジャンダルムさんとか、むつみさんとか、フリーダム上田さんとか、ピンハゲさんですね。ギター YouTuber に比べてエンタメ性が高いんじゃないかなというのは思います。あと海外からはデイビー504さんとか、山地的ベースで楽しかったランキングの発表なんですけど、唐突に唐突だね。3位3ついけます。いけます。すごい。第3位ですね。やっぱスラップが超楽しい。音もかっこいいんですけど、その肉体運動的なところでなんか気持ちいいんですよね。そのしばいて弾くこの動作、筋肉的に気持ちよくて。ベースササイズってことですか？ベースササイズですね。ギターと違ってその張力が強いので、それを弾いたり叩く快感、これはギターよりはあるかなと思います。クリティカルヒットした感じありますもんね。ありますね。弦に対してバコーンっていう。そうなんです。確かにすごい気持ちいいですね。第2位なんですけど、スラップだけだったんですか？1位でもいいですか？今のが2位だとして、2位だとして大学で軽音やってたんですけど、ベースうまかったんですよ。大学内でね。それのあれもあって彼女ができましたね。じゃあベースなかったらダメだったってことですか？ダメでしたね。そんなことないだろ別に。マジか。キングヌーをかっこよく弾いたら彼女ができました。じゃあもうキングヌーさんのおかげじゃないですか。そうですね。モテるっていう要素はあると思います。楽器でね。楽器確かにモテたいでスタートする方も多いからね。多いですね。ベースが持つメロさあると思います。メロさね。ギタリストはあんまりメロくないじゃないですか。ギタリストじゃあ何ですか？じゃあメロじゃないとしたらやっぱイケイケ系じゃないですか。僕らやっぱイケイケ系弊社随一のイケイケ2人なんじゃないですか。やっぱりっすか？やっぱりっすか？剣仰ぎしちゃったっていうのはあります。以上、山地的ベース楽しいランキングトップ3でした。そうですね。スラップが気持ちいいっていうのとモテるっていうのが楽しいポイント。かなり薄い内容でしたね。次にリーキンボックスが満を持してギタリストの皆様におすすめするベースというのを3本ほどご紹介させてもらいたい。待ってました。ありがとうございます。シチュエーションだったり用途別でちょっとご紹介させてもらえればと思います。低予算で選びたいならというところの着目点ですね。そういった時には弊社のウーフィーベーシーズ。これやはり非常におすすめですね。ウーフィーベーシーズというのは工場が中国になります。代表の佐賀がもう何年もやり取りしていて、厳選した工場でやっているっていうのと、あとこのブランド検品回数が多いです。何回ですか？最低4。4から。最低4。まず中国の工場で検品をします。
中国から船に乗る前に1回検品します。で、日本に到着しました。で、そこで JAB のスタッフが検品します。で、その後、お客さんの手元に渡る前にもう一度検品をして、万全の状態でお渡しするという検品のシステムを採用しております。検品をね、こまめに行うことによって、ネックの反りとか、そういったものがない状態で、っていうことですね。クオリティを維持するというか、いい状態のものってことですよね。これぐらいやっぱ検品するっていうのはやっぱコストがかかることなんですけど、そのコストを自社で直接工場とやり取りすることによって、原価を下げた状態で、利益率を多く取って、その多く取った利益率にしっかりコストをかけて販売しようというところですね。で、あとパーツにもこだわってまして、ジャックにはスイッチクラフト、配線材にはベルデン、ハンダにはケスターを使っていて、これ以上の明らかなクオリティを出すパーツはないかなと。いわゆるワールドスタンダードなものを使用しているっていうところになります。大事なところでコストをカットしないみたいなことですよね。そういうことですね。ナットの溝も調整したり、フレットも調整しています。で、最近プレック導入しまして、普通の調整じゃどうにもならない個体に関しては、プレックをかけてから流通させているので、そこも非常に安心していただけるかなと思います。なので、価格以上にクオリティが高いというのは、ここの説明でお分かりいただけるんじゃないかなと思います。モデルはですね、こちら手元に持っているジャズベーススタイルのキャバリア。一般的なジャズベースを踏襲したものになりますね。馴染みあるね、この感じ。これで始める方が一番多いんじゃないかなというところになります。4弦、5弦あります。価格は4弦で 39,600 円。おお、4万切る。はい。すげえ。5弦で 44,000 円に5弦でもなります。スタンダードなので非常にお勧めできる一本かなと思います。次紹介するのがプレシジョンベーススタイルになります。こちらモデル名がインと言います。です。これも4弦と5弦がございます。僕的には結構ギタリスト、プレベ好きなんじゃないのっていうお話はありまして。出たな。はい。例の動画ですね。ギタリスト、プレベ好きなんじゃないかなっていうのもあって、これ非常にお勧めできますね。しっかりプレベらしいプレベの音をします。なるほど。音域的な面でも5弦もありますので、プレベの音の感じで音域もカバーしたいといったら5弦を選んでいただけたらなと思います。はい。で、こちらですね、価格が4弦で 39,600 円、5弦で 44,000 円。先ほどと同じですね。5弦 P とか普通に珍しいじゃないですか。いや、そうです。この価格帯で5弦 P とほぼほぼないですよね。もうすでに持ってる人とか、ベースは。2本目5弦 P 試してみたいなって人にもぜひお勧めしたい一本になりますね。続いて紹介するのがこちらですね。PJ スタイルのベースになります。かっこいい。モデル名、プードルと言います。この楽器のスペックとしては、プレシジョンベースのスプリットコイルと、ジャズベースについているシングルコイルが組み合わさった PJ というものですね。どっちも楽しめるってやつ。そうです。ボディが少しさっきより小ぶり、ディンキーシェイプっていうやつと、あとフレットが24フレット。結構でかいです、これは。でかいですね。一番高いソまで出ます。ソまで出ます。4弦5弦ありますので、24フレットで5弦かなり音域広いので、卓録やる方なんかは非常にいいんじゃないかなと思います。しかも PJ なんで P らしさ、J らしさ、どっちもこうニュアンスを出せるっていうことですね。ちょっと小ぶりなので、ギター弾きはいいんじゃないですかね。ギタリストっぽい視点ですね。でこの PJ のサウンドも少し特徴的な音で、ちょっとエッジの効いた感じの音するので、バンドとしても抜け感はあるのかなと思います。こちら価格が4弦が 44,000 円で、5弦が 48,400 円となります。フレット数も増えてるので。とはいえ安いですね。PJ の音だったり音域っていうところで当てはまる人がいたらこれはお勧めできる一本かなと思います。続いて紹介するのがハンクというモデルになります。俺こっちいいな。これめっちゃいいね。これ最近出たモデルなんですけど、特徴としては先ほど紹介したプードルと同じで、ボディが一回り小さいディンキーシェイプと24フレットまであるモデルになります。さっきと違って JJ、普通のジャズベースタイプのピックアップが搭載されているというところになりますね。俺ちょっとないかなって思ってた。さっきそのプードルを紹介してた時に PJ じゃなくて J のスタイルであったらいいなと思ってたのがあった。あります。さすがですね。あります。これいいんですよね。このピックガードもちょっとミントっぽくて、休みしないんですよね。このハンクは5弦ベースのみになります。あ、そうなんだ。5弦ベースのみで、指板もメープル指板のもののみになりますね。なので、よりモダンなコンセプトを持ったベースになります。トップも種類あって、このシースルーっぽい感じのトップ、ハンクプラスっていうのがあるんですけど、それと普通の潰しのやつが
あります。価格なんですが、トップが潰しのもので 48,400 円。シースルーっぽいもので 49,400 円になります。絶妙な差ですね。企業努力が見える差ですね。そうだね。5万円は絶対切ってやろうと。意地を見たらちょっと。ジャズベースっていうかなりスタンダードなピックアップの配列ですし、5弦で24フレットまであるので、かなりいろんなジャンルを、網羅できるおすすめの一本ですね。最後に紹介するのがパプというモデルです。ちょっと今在庫なくて実物見せられないんですけど、人気すぎてショートスケールのプレベになります。いい。これね、音いいんですよ。へやっぱショートスケールらしいちょっとボンボンした音、スケールが短くなることによってテンションだったりっていうのが変わってくるので、それによる音の雰囲気がすごい良くて、サイズもギターと似たようなサイズ感になるので、抱え心地とかも親しみやすいんじゃないかなと。パプ4の価格なんですが、ちょっと今在庫なくて次の入荷の時点で金額がどうなるかわからないんですけど、前回入荷の段階では 29,700 円。安いな。すげえ。やっぱり小さい分少しお安めにという価格帯になります。名前がすごい特徴的ですね。そうですね。これうちの社長の佐賀が犬大好きなので、全部犬にちなんだ名前がついてる。犬種だったり、好きなアイドルの愛犬の名前だったり、色につながってるっていうところですね。こちら非常におすすめなので、5万円以下で何か探していたりする方は要チェックなブランドになります。続いてはダウンチューニングをする方におすすめの一本を持ってきました。ヘックスギターズ。見た目ごついですね。ごついですね。このブランドは韓国のブランドで、製造はインドネシアでやっていると。ある種流行りの業態かなというところですね。ギークインボックスの動画でもクリスタルレイクのみつるさんをお招きしてヘックスガシガシ弾いて、紹介している動画もありますので、そちらも合わせてご覧いただければなと思います。ヘックスの中でも ZB405 と NB505 というモデルを今回持ってきたんですけど、それらはファンドフレットマルチスケールの仕様になっています。この点がさっき言ったダウンチューニングをするときにお勧めできるポイント。マルチスケールが1弦側が33インチ、5弦側が35インチになっています。テンションを稼いでいるので、チューニングを下げた時のテンションの緩みをスケールで稼いでいるというところになりますね。それによってロー B がしっかりなるみたいな話ですかね。ダウンチューニングをよくやるメタルとかジェントっていうジャンルには非常に合う楽器なんじゃないかなと思います。ヘビーな一本ですね。そうですね。あと特筆したいのが、アクティブサーキットが載っているっていうところもありますし、あとフレットがこれステンレスなんですよ。先に価格いっちゃいますと、こちらが 89,100 円、こちらの NB505 が 82,500 円になります。ステンレスフレットでこの金額を実現するのって結構すごいことで、一般的に使われてるニッケルシルバーのフレットと比べてかなり加工しづらいんですよ。硬いですからね。硬いんです。なのにこの価格を実現するの結構すごいことです。ベースでステンレスフレットを使っていて、最低ラインの価格帯っていくらぐらいなんですか？30万以上とかなんか。価格高いものに使われているイメージがあります。それをこの10万以下の価格で実現したっていう風な。これ非常に特筆すべき点かなと思って言わせてもらいました。ヘックスに関してはギターもめちゃくちゃ人気があって、自社でのそのパーツが多いんでね、自社製造のパーツかつインドネシアの自社工場で作っているっていうようなところもあり、高いクオリティを持ちつつコストを抑えながらってことですね。さっきのウーフィーと同じような感じですね。そうですね。原理は一緒というか、省流短くしてコストをかけれる幅を作っている。ギークインボックスが関わっているので、検品はしっかりと行ってるわけですよね。ですよね。こちら今日持ってきた2本ですね。こっちがピックアップシングルになります。これシングルなんですよ。こっちがシングルハムになります。こういう違いもあるので、他のモデルだとマルチスケールになっていないものもありますし、35インチの5弦とかショートスケールのもあったりします。豊富ですね。結構豊富なんですよ。そのあたりも一緒にチェックしてもらえたらなと思います。非常におすすめです。続いて紹介するのがスイングギターズ。こちらをおすすめする理由としては、実践で即戦力で使うならこの1本っていう感じで紹介したいと思います。見た目めちゃくちゃラグジュアリーな感じがあるんですけど、このスペックとしては5弦ジャズベースでアクティブベースであるというところですね。昨今のプロベーシストみんなこのスペック使ってます。
そうなんだ。5弦5弦でアクティブでジャズベース。道具として必須になりつつありますので、そういったところを目指していたり、そういうクオリティのものを出したいのであれば必須になってくるかなと思います。5弦アクティブジャズベースであることのメリット、いくつかあります。まず5弦であるメリットですね。運指が楽になるというのがあります。5弦だと。今時の曲ってかなりベースラインが動くものがあって、例えば普通にルート弾いてて、おかずでハイポジションでピロピロ弾いて、またルートに戻るっていう時に、4弦ベースだったらここに戻んなくちゃいけなかったものが、ここでいいんです。なるほど。音数が多い昨今の曲だと5弦ベースっていうのはかなり重宝されるっていうところですね。横の移動じゃなくて縦の移動で完結するっていうのが5弦ベースのメリットになります。あとは5弦ベースは音域が広いっていうメリットもありますね。最低音が B までレギュラーチューニングで出るので、4弦に比べて5音多いというところになりますね。さっき言ったように DTM で曲作っていることが多いので、DTM で作ってると弦の数なんて考慮しないわけですよ。なので低い音が頻繁に出てきやすい昨今ですので、いいより低い音も必要になってくる場面が多いので、5弦ベースは非常におすすめですね。アクティブベースであることのメリット。ここはやっぱりギターにないところですよね。そうですね。こんなついてないもんね。そうですね。縦に2個ありますからね。5つじゃないんで、7個あるんですよ。7個すごいね。説明できますか、全部。もちろんです。すげえ。はい。だってギターボリュームかトーンね。そうですね。説明すると、マスターボリューム、マスタートーン、バランサーですね。で、トレブル、ハイミット、ローミット、ベース。で、アクティブパッシブの切り替えスイッチがついているというところですね。手元で音色を素早く変えることができるっていうのは仕事で使う上でメリットかなと思います。信号の話です。インピーダンス的な話。インピーダンス的な話です。そのまま出すとハイインピーダンスっていう劣化しやすい信号のまま外に出ていくわけなんですけど、その前にプリアンプっていうものを通すとハイインピーダンスからローインピーダンスに変化します。ローインピーダンスっていうのは劣化しにくい信号なので、音痩せだったりノイズだったりに強い信号になっていくというところですね。これも仕事で使うっていう点では非常にマストな要素かなと思います。じゃあちょっと実際に手元でのどういうふうに使うかっていうところ。今 EQ がフラットな状態ですね。アクティブはオンになっている。っていう音ですね。でよくやるのはドンシャリってやつですね。ベースとトレブルを上げてミドルを下げる。こうすることでよりモダンでハイファイなゴージャスな音になります。っていうことですね。より派手な音にもできるし、逆にトレブル下げてベース少し上げて少し太くも弾けるので、そういったニュアンスの違いを手元でパッとできるのは非常にいいかなと思います。なかなかギターではないですよね。手元にね、アンプがあるような。そうです、そうです。EQ 操作を手元で完結できるっていうのはやっぱりすごくメリットってことですよね。かなり万能な一本になります。これもうちのチャンネルでプロベーシストの森多門さんがデモプレイしながら実際に現場で使ってる印象とかも喋ってくれているので、こちらも合わせて見ていただけたらなと思います。これも PEX と同様に韓国のブランドで製造がインドネシア。やっぱりこのスタイルやっぱ非常にコストパフォーマンスの点で優れているなと思いますね。4弦5弦あるんですけど、だいたい14万円から18万円ぐらいの価格帯で、相場に応じてっていうところなんですが、そのぐらいの価格帯になってくると。カラーバリエーションもいくつかあります。これまでと比べると少しだけ値段は上がったのかな。そうですね。よりなんか実践に使える一本かなと思います。見た目も派手でね、いろんな音が出せて、パーツとかもさ、ゴールドでね、かっこいいね。結構ベースゴールドパーツ珍しいんですよね。あ、確かに。ギター多いんですけど、ベースは珍しい。そういう周りと違いも見せつけれるんじゃないかな。見せつけれるんじゃないかと思います。こちらも非常におすすめのブランドになってますので、ぜひチェックお願いします。
今紹介した3ブランドですね、はい、実際のサウンドを聞いてもらおうと思います。気になりますね。今回は私も弾くんですか？はい。一緒に弾いてもらおうかなと。そうです。いつもの流れでやっぱり。そうですね。小沢さんのサウンドチェックないとね。そうですね。うちのチャンネルは。ユニーク店長の小沢と私で一緒に弾きながらサウンド聞いてもらえたらなと思います。ということで音聞いてみてください。今回はギタリストの皆様にベースの魅力をお伝えしに参ったわけなんですけども、いかがでしたか？僕はもともと弾くんで、小沢さんやっぱりどうでした？それぞれやっぱクオリティ自体はすごいしっかりしてるなと、まず思いましたね。ウーフィはウーフィで価格帯でこれだけのクオリティを持っている、ヘックスもやっぱ10万以下のラインのながら個性のあるサウンドといいますか、ちゃんと特徴があって、スイングは個人的にめちゃくちゃいいなと思いましたね。今回ですね、ギタリストベースを弾けということだったんですけども、ギタリストがこうベースを始めるメリットとして、視野が広くなるというところで、リズムが良くなるということ、アンサンブルの見え方が変わってくるといった、メリットがたくさんあると思いますので、ぜひこれで興味を持ったという方いたら、ビークインボックスの方でウーフィーとヘックスとスイングご購入いただければと思います。ありがとうございます。ベースを始めることによってまた違った音楽の楽しみ方がきっとできるんじゃないかなと思いますので、小沢個人的にもめちゃくちゃ興味が湧きましたんで、ありがとうございます。もしかしたらカードを持って、GIB の方の GIB の4階に行こうかな、俺。4階ハイエンドフロアに。ありがとうございます、本当に。PRS あるもんね。あります。グレンジあります。ちょっと聞きに行こうかなとも思いましたが。ベースまでそれで行くんですか？もちろん。そりゃそうです。ということで皆様いかがでしたでしょうか？このモデルがどうだったとか、ベース興味持ったとか、何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編は終わり。今回ギタリストの皆様にベースの魅力を伝えれたと思うんですけど、これ逆もしかりあるんですよね。今回でもさ、山地めちゃくちゃ頑張ってくれたじゃない。オープニングから頑張りましたね。めちゃくちゃ頑張ってくれたじゃない。我々もやんなきゃいけないということだよね。あれ超えなきゃないんですか？いや結構でも何個さよ。僕が26の代。そうだよね。33、4。はい。バレちゃうね。下の子が頑張ってんだからさ、我々もね、頑張った方がいいかもしれないね。オープニングのとこ何回か撮り直したじゃないですか。撮り直しました。で、山井さんが撮り直したい理由、もっと不気味にしたいっていう聞いたことない理由で撮り直したんですよね。今までにない切り口で。これを見ればですね、国産ギターの魅力やら何やら伝わると思いますので、ちょい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 ちょちょちょいちょ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 いですよ、これはもう。これはもうね、こだわりを感じましたよ。感じましたね。逆のベーシストギターを弾け、これも結構いろいろあると思いますね。あるでしょうね。メリットむずいな。
ベーシストが言ったメリットの逆説で、なっちゃうですね。単音の方が簡単だよ、でもコード学んだ方がよくねみたいな、そういうなんか表裏一体なところもある気がしますね。割とこう重複しちゃうっていうか、今日言ったことが跳ね返ってくるみたいな。でもぜひベーシストの皆さんにもギターを素晴らしさを布教していただきたい。いや僕ねどっちも弾く側としては絶対やった方がいいと思うんですよ、どっちも。そうですか。はい。ジェイコブ・コリアーだってどっちも弾きますよ。はい、僕大好きなんですけど、ジェイコブ・コリアーどっちも弾きますし、いいミュージシャンにちょっと一歩なれるのかなって僕は思うんですよね。それはベースに限らずドラムとかピアノとかね、はい、一つを極めるのもいいですが、いろいろ知っておくとね、また新しいですね。メリットはあるよね。なんで俺ベース弾いてこなかったんだろう。なんでですかね。もっと早くこの動画撮りたかったんだ。もっと早く気づけた。本当に。だって俺ラルクのハニーとか、あれとかしか弾けないの。十分じゃないですか。基本ピックでこう弾くぐらいの感じで。ピック弾きと指弾きってやっぱ全然違う。そうですね。ピックならなんかそれっぽくは弾けるけど、高校の文化祭とかでアートチェンジしてラッドウィンプスのセプテンバーさんも俺ベース弾いたことある。でその次にパート戻ってドライバーズハイを弾く。謎セトリ。ラッドからのラルクっていう謎セトリで文化祭やったことある。いやそのギャップがいいですね。いやもういいのか。僕もあれやりましたね。大学のライブで、アイノンのマリーゴールで。ギターで？ギターで。ずっともうギターソロみたいな。いいなぁ。クソ盛り上がりましたけどね。やっぱ山地がギターを弾いてる山ミョンがね。ということでこの動画が面白かったという方はいいねとチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いつも見てくださっている皆様本当にありがとうございます。感謝しております。 Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますのでそちらもぜひチェックフォローをよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね。北食と肉営業しておりますのでぜひ遊びに来ていただければと思います。 1-6-17でギークインボックスやっております。山地がきっといますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。1個ニュースがありまして、ギターアウトレット横浜閉店します。閉店して生まれ変わるんですよ。何に？エフェクター館になります。ついにって感じだね。ついにですね。エフェクター館に関してはギターもベースも全てエフェクターが集まっている場所になりますので、エフェクター好きの皆さんぜひ来てほしいです。閉店セールというところでかなりお得なキャンペーンやってます。 50% ぐらい割引になるんじゃないかなと。半額っていいことす。つまり法外な額なので売りさばくので闇市の、この動画でベース興味持ってくださった方とかお得に買えるチャンスかと思います。4月中央閉店セール、ギターアウトレット横浜でやっております。トニークの目の前です。やってますので、ぜひこちらもご来店いただければと思います。なんなら旧トニークですからね。旧 GIB でもあるんです。全てが始まった場所、エフェクター館になって、皆様にいろいろとお届けできればと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。